おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のリゾットだよ。このリゾットのカラーは新しく実装された終局のマゼンタ。前回の動画のディアボロのスタンドカラー同様現在開催中のチャレンジイベントで先行入手が可能。他にもアニメのとどめだ暗いポーズなども入手できるよ。さてリゾットはトップクラスの使用難易度の高さから、実装から長らくキャラ別勝率でソロペアともに底辺常連だった悲しきキャラ。しかし前回のシーズンではとうとうソロ戦勝率で射撃持ちキャラの中でトップ2という大躍進を遂げた。プレイヤーの間でようやく立ち回りやセオリーが浸透してきたのか、とにかく実装以来の快挙である。ただしペア戦での勝率は相変わらず最低クラス。そこで今シーズンでは一発目のアルティメットの解放レベルが1下げられ、自動回復スキルは初期から解放と透明化中に仲間からの視認性アップといった調整がされた。最高に入ってやった浮かれるな。くらえスキルの解放レベルの緩和によりペア戦で相方にチップを譲る以外にも、即座にアルティメットを解放して戦いに行く選択肢もできた。ソロ戦でもチップ2枚だけでアルティメットが解放できるということで、他の近距離タイプが迂闊にリゾットに接近戦を挑めなくなり自衛能力のアップにもつながる。しかし終盤狭くなったエリアでの辛さは相変わらず。持ち前の隠密性による生存能力の高さと奇襲で終盤までに勝てる盤面を作っていかなくてはならない。俺はお前に近づかない。メタリカさて残り人数は6。残りのキャラはハイディオ様、ブチャラティ、ジョータロウ。あと道中にキラとリゾットがもう1人確認できたな。やはり最後まで残したくないのはジョータロウとハイディオ様。もう1人リゾットがいて利害も一致していることだろうし、ここは相互不干渉で厄介なキャラの排除を優先しようじゃないか。とりあえず私は高台を陣取って登ってくる他のキャラたちを牽制していこう。これで下のプレイヤーたちは私の正確な位置を把握できず、迂闊に顔を出せば奇襲で一気に削る。ハイディオ様が私を下ろしたいようだがその位置からの攻撃は威嚇にもならない。かといって迂闊に近づけばアルティメットをぶち込まれるので下がることしかできない。下の方では外に出られないキャラ同士が行き場を失ってどんどんぶつかり出しているぞ。そして先ほどから気になっていたが下の車の方で隠れているのがいるな。そのため逆にお前のことにますます興味が湧いてきた。何分待たせる。急げ。あるじゃねえか。ブチャラティがジッパーで車の中に隠れていたな。しかし隠れるところを見られてしまえば格好の的だ。くらえ当たりだ。おっと下の方で一気に人数が減ったぞ。安全エリア内の数少ない建物に押し込まれていい感じに潰し合いになってくれたな。下の方はずっと見ていたので残り2人は確実に建物の方だ。厄介なキャラから着地を狙わせてもらおう。メタリカお前はもうどうしようもない。くそ俺は自分が気づいている以上に俺が求めるべきものに近づいているのか。興奮する。しかしこんな時は浮かれた奴から死んでいく。くらえ貴様残念だったわ。お前にもう撃つ手はない。とどめだ。くらえメタリカ貴様簡単に言うと血がおぞましい黄色になって死ぬ。厄介なキャラが多い対戦だったがポジション取りができずに互いが潰し合い、残った最後の一人にメタリカをぶち込んで勝利。ああいう盤面でのリゾット同士の一騎打ちは先に透明化を解除した方が負ける。他のキャラたちは完全に姿を消せるリゾットがどこにいるかわからないというプレッシャーにより、屋外に行くことができずこちらにとって都合のいい展開になってくれた。それでは次の対戦行ってみよう。確実に仕留めてやる。確実に。さて今度はジョウスケの家と奥安の家があるエリアからスタート。同じく狙っていた別のプレイヤーがすぐそばからスタートしたはずなんだけど見当たらないな。それならそれでさっさとジョウスケの家に突撃してアイテムを取ってしまおう。しかしダービーの資格も早めに倒しておきたいのでアイテムを取るのはとりあえず1回のみ。こういった物資の豊富な建物を開幕に漁れると非常に有利になるが、こだわりすぎるとダービーの資格からチップを奪えなくなるのでどちらを優先するのかが大事だ。お、これは奥安の家の方にも誰もいないんじゃないか？
私ともう一人がこの辺りからスタートしたのを見て他のプレイヤーは距離を取っているようだな。そうと決まれば両方ともアイテムはいただきだ。正面からプレイヤー。同じ位置からスタートしたのはあのノーマルディオ様だな。しかしすでにアルティメット一発目は解放しているし、物資が豊富な家も抑えた。残るアイテムも回収しておけば後から来るプレイヤーは回復できない。さて周囲のアイテムは大体回収した。あんなところに無防備なミスタがいるな。赤子以上に好きだらけだ。もうお前などどうでもいい。ミスタは優先的に倒すべき相手ではないが挨拶くらいはさせていただく。体力が少ないことが分かっていれば後々の対処もやりやすい。暗殺を開始する。今度は露伴先生か。建物を押さえて最後まで残られると厄介だ。こういう構成の時ほど落ち着いて行動しろ。よし結構ダメージ入ったな。ここら辺のアイテムは大体取ったので満足な回復もできない。次のチャンスが来るまでじっくり待とう。後から来たミスタと露伴先生がぶつかり始めた。しかも露伴先生の取っている家は次の安全エリアの範囲外。移動中に狙ってチップを奪いたいところだが、今度は向こう側の家から誰か来る。何者だ。敵に攻撃されている。何なんだよお前は。あっち行け。シルク。ああ、なんてこった。せっかく追い詰めていた露伴先生がジョリーンと掛け合ってチップを奪われてしまったじゃないか。ここでレベルマックスになっておきたかったが仕方ないな。エリアが広いうちに誰にダメージを与えたり倒しておくか考えなくては。とはいえ現状でも残った者同士で潰し合いになっているな。向こうで確認できるのはジョリーン、ミスタ、ブチャラティ。最後の一人波動中見かけたノーマルディオ様あたりか。このまま戦闘が落ち着くのを待って奇襲を狙っていきたい。さてだいぶエリアが狭くなってきたな。先ほどから様子を見る限りジョリーン、ミスタ、ブチャラティはダメージを受けているはずだ。そして正面からは最後の一人のノーマルディオ様。それさえ分かればやり方はできている。それをやると思って死んでもらう。出来上がっているのだからな。こんな重要な場所に来るお前は何者。敵はすでに来ていたのか。いてー。ディオ様は倒せたしチップも確保できた。しかしジョリーンが隣に潜んでいた上にミスタを倒したブチャラティに挟み撃ちにされた。もはや体力はエアロスミスに蜂の巣にされた時のようだ。ここはせめてパンチ一発は耐えられるくらいの回復はしたい。いかん、ブチャラティが地面に潜った。何やってんのよ。スティッキーフィンガーズ。ありゃ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 。バカな貴様。そんなバカな、あの位置に当ててくるとは。もう体力が1ドットしかないしもう一撃耐えるだけの回復をするのも無理か。ついに俺は使うんだ。奴はどこかわからない。どこから来るのだ。一人では死なねえって言ってんだ。くらえ。頭を切り飛ばす。そんなバカな。楽しみだぞ。お前がこのまま死んだ後どんな顔になって死ぬかが楽しみだ。体力ギリギリまで追い詰められたが自動回復とアルティメットを駆使してギリギリ勝利。メタリカを受けて移動力が下がった相手はジャンプ力も失われるため、塀を越えなくては反撃することができない。一騎打ちになった時一発食らって透明化を解除された時は肝を冷やしたが、再度トライして接近することができた。それにしてもリゾットの終盤の立ち回りは本当にきつい。道中準備をしても少しのミスで一気に持っていかれる可能性があるため、最後の最後まで気を抜かず有利なポジション確保を意識したい。それではご視聴ありがとうございました。